東京町探検です。前回は新宿にあった謎の水路余水簸跡、今ご覧いただいている堀割ですが、これをたどり中央線の土手に突き当たりました。さて、その先はどうなっているのでしょう。今回はその続きを探し歩きます。児童公園のところが余水簸跡です。かつてはもっと深く掘り込んであったと思います。余水簸とは、江戸の飲料水だった玉川上水の余った水を流していた人工の水路です。これについては前の動画で詳しくお話ししておりますので、右上のカードや概要欄のリンクからご覧ください。さて、余水簸は今車が止まっている方に続いているように見えますが、足元をよく見ると縁石があり、車がいる場所と余水簸とは隔てられています。そして余水簸はここで左に曲がり、中央線の土手に突き当たりました。この先はどうなっているのでしょう。破れた金網の裏側に回ってみます。枯れ草が積み上がっており、余水簸の痕跡は見当たりません。ただ、以前来た時にはトンネルが見えていたような気がします。他の場所と混同しているのかもしれませんが。そこで別の日に枯れ葉を取り除こうとしました。しかし足元が柔らかく、一歩踏み込んだだけで足が沈みます。万一穴でもあったら危険なので諦めました。現地調査は諦め、古い地形図で調べることにします。左半分の白っぽい部分は新宿御苑です。玉川上水は御苑の北側に描かれています。その先には水番所という水量と水質の管理施設があり、ここからは道路の下に埋めた水道管に水を流していました。そして余分になった水をこの余水簸に流していました。水路は2本線で描かれ、かなりしっかりした川の扱いです。ここに橋のマークがあり、余水簸は道路をくぐります。その先が先ほどの大判児童遊園です。ここに中央線の土手があり、余水簸はここで土手に突き当たったわけです。ではこの辺りを拡大してみましょう。ここが大判児童遊園です。そして線路の反対側を見ると、ここから南へ波線で表された水路が描かれています。やはり余水簸は中央線の土手をトンネルで抜けていました。そして渋谷川と書かれています。余水簸は渋谷川に続いていました。児童遊園に目を戻すと、この辺りに実線でもう一本川が描かれています。なぞってみると、ここです。この先は新宿御苑ですが、ここにやはり川があり、その先には池です。さらに水路でつながり、上流にも池が続いています。この流れが自然河川の渋谷川です。この水源はどこにあるのでしょうか。縮尺を小さくして見てみましょう。トンネルはここです。余水簸はこちらで、渋谷川がこのように流れています。点々と池が連なっていますが、もちろんこれらの水は川でつながっています。そしてこの先は、このお寺の境内に入っています。天龍寺と書かれています。時の鐘のあるお寺で、前の動画でご紹介しています。そして小さいのですが、ここに池のようなものが描かれています。もしかしたらこれが水源の池かもしれません。
いずれにせよ渋谷川は天龍寺を水源とし、新宿御苑を通り、ここで与水橋と合流して南へ流れ下っていました。なお、現在は天龍寺の湧き水は枯れてしまい、新宿御苑の池が水源になっています。児童公園に戻りました。おそらくこの草むらの下にこんな感じでトンネルがあったと思います。ところで、ここで合流していた自然河川の渋谷川はどこを流れていたのでしょう。それがこの道だろうと思います。渋谷川の後を遡っていきましょう。外苑西通りに突き当たります。たどれるのはここまでです。奥に見える高い木の場所が新宿御苑です。渋谷川はあちらから流れてきて、私の足元を通りトンネルに続いていました。ではトンネルの出口を探しに行きましょう。中央線と首都高速をくぐり、左へ坂を登ります。トンネルの出口を探すため、古い地形図を見ながら進みます。中央線の下をくぐって、今この道を登っています。ここにトンネルから出てきた渋谷川が見えます。ということはトンネルの出口はここになります。出口どころか川も含めすべて埋められていました。しかも道路よりも高く土が盛られています。渋谷川の痕跡は全く見つかりませんでした。新旧の地図を見比べると、この門の奥にトンネルの出口があり、赤い塀のあたりに川が流れていたと思います。もちろん現在の地表面より地下深くのことです。この辺りの景観が大きく変わったのは大正時代のことです。この先にあった陸軍の練兵場を中心に明治神宮外苑として整備され、明治天皇関連の施設やスポーツ施設が建設されました。その一つが陸上競技場でした。正面に立つ国立競技場は3代目の競技場です。さて、渋谷川はこの交差点の下をくぐり、現在の国立競技場の観客席部分を流れていました。私の左手数十メートルの観客席の地下を渋谷川は流れていました。これは大正13年に建てられた初代の競技場。正式な名前は明治神宮外苑競技場です。戦争中に学徒出陣の壮行会が行われたところです。渋谷川がくっきりと映っています。続いて2代目の競技場である国立霞ヶ丘競技場陸上競技場です。長い名前です。昭和33年に竣工し、その6年後の昭和39年、1964年の東京オリンピックのメインスタジアムになりました。マラソンのアベベ選手がゴールし、100メートルのヘイズ選手が走り、開閉会式が行われたところです。渋谷川は分かりにくくなっていますが、ここにわずかに痕跡が見られます。この時までは渋谷川は競技場の外にありました。現在の競技場は2代目よりも大きくなり、渋谷川の流れを飲み込んでしまいました。
この辺りを渋谷川が流れていたと思われます。国立競技場から外苑西通りに下ってきます。すると人工の水路が作られていました。ちょうど渋谷川が流れていたあたりです。もしかして失われた渋谷川のモニュメントでしょうか。驚いたことにフキノトウがありました。かつての景観を再現するために植えたのでしょうか。外苑西通りを歩いていきます。渋谷川はこの左手もしくは道路の部分を流れていました。100メートルほど行くと上り坂になっています。川はこの先に流れることはできません。勾配はこのくらいで結構急坂です。では渋谷川はどこへ流れていたかというと、こちらへ流れていました。この道を少し辿ってみましょう。細かく不規則に曲がりくねっていかにも川の跡らしい道です。渋谷川の探索はこのくらいにしておきます。この先渋谷駅付近からは流れが見える快挙になり、広尾の天元寺橋からは古川と名を変えて東京湾に注いでいます。今回は渋谷川が中央線をくぐるトンネル入り口をスタートし、国立競技場を通り抜け暗渠道まで歩きました。では最後に渋谷川のこぼれ話を一つご紹介します。渋谷川はかつて天龍寺境内を水源とし、新宿御苑の中を流れていました。そしてこの辺りをよく見ると点線が描かれています。この点線は新宿区と渋谷区の区境を表しています。渋谷川が区の境目だったのです。区境をたどってみましょう。この辺りでは現在の水の流れと少しずれています。この辺りはほぼ一致しています。ここでトンネルを抜けた後もさらに続いています。そしてここではこの黒っぽいところが国立競技場の建物ですけれども、その中を通っています。この区境が渋谷川の痕跡の一つです。なお、区境と水の流れがずれている件ですが、古い地形図を見ると池の中央を区境が通っています。今回の動画はここで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は渋谷川の本流と支流に挟まれた岬上の部分を歩きます。次の動画もぜひご覧ください。